はじめまして。俺の名前はジョーカー。AI 参謀のアルゴです。 AI オペレーターのモノだよ。ようこそ。俺たちのマーケットアリーナ専用トレードルームへ。ここにあるのはただのチャートじゃなく、視聴者に分かりやすく伝えるために作った擬人化システム。ジョーカー様、すごーい。ついに稼働だね。このシステムなら FX を知らない人でも楽しめちゃうよ。せやろ。 FX のチャートってパチンコみたいに熱い演出があるわけでもないし、ゲームみたいに娯楽要素が詰まってるわけでもない。ただのロウソク足が動いてるだけのもんで、正直利益出てる時以外おもんないね。せやから俺はこの相場を擬人化バトルに変換してエンタメとして見れるようにして、いろんな層に楽しんでもらいたい。画期的な試みです。これなら新規層も興味を持つ可能性が高いです。まあ物は試して、どんなもんなんか説明しようか。モナ、モニターを切り替えて。はーい、ジョーカー様。モニター切り替えました。モナ、ありがとう。じゃあアルゴ、画面の説明しようか。はい、それでは早速説明します。画面左から我々の表情をモニターできるようにワイプでそれぞれ抜いてます。次に中心にあるチャートの画面はトレーディングビューを使用しています。そしてその右に位置する上下のファイターが通貨を擬人化した姿になります。この通貨ペアはドル円ですので、上側が日本円の擬人化キャラの日の本まどかというキャラです。下側はアメリカのドルの擬人化アメリカドルというキャラです。チャートのロウソク足はドルが買われ円が売られるとまどかの体力が減少して上昇し、円が買われドルが売られるとアメリの体力が減少して下降します。ここで一つ注意点があるな。このアリーナでは円などの通貨が買われることを優位としているけれど、円高がいいとか円安がいいとかの思想があるわけではないので、そこだけは注意しておいてな。司令官の言う通りです。あくまでゲーム性を考えての設定にしてます。まあ1ドル1円になったら輸入品が安くて嬉しいのはあるけどね。逆に輸出企業は全く売れなくなり倒産ラッシュになりますが、ああ、ありえないって話やな。それじゃあバトルシステムについても説明してくれるか。はい、チャートは基本的に上昇、下降、レンジの3つの動きを繰り返しています。その動きの起点となる部分では上昇させたい派閥と下降させたい派閥が戦っているわけで、力の均衡がレンジとなり、その均衡が破られるとどちらかに動き出すわけです。簡単な話、この通貨ペアやとアメリの方が優勢やったから上昇しとって、まどかは防戦一方やったけど、今は反撃に成功して下げてきてたっちゅうことや。けどどっかのタイミングでアメリが反撃に出て上昇しだすのを待ってる人たちが大勢いるんちゃうかって予想が立てれるってことや。おっと、画面に動きがあったみたいやで。今回のバトルはアメリの勝ちのようですね。結果としてドル円は上昇していきました。でもカウンターカードというものが存在していて、勝った後一方的に動くのかと思いきや逆方向に動かされる反撃特化のカードが存在します。それが一筋縄でいかない原因の一つやねんな。他にトラップカードなんかもあるよね。トラップカードはカウンターが発動しなかった場合に一定以上動かされた後、ネジサポラインによる反発などで発動するカードになります。このカードが発動するってことは、その周辺に
バトルが起きるポイントがあるかもしれないよ。事前に知っていれば対策も打てるようになるもんね。そういうこと。つまり俺たちはトラップカードでバトルの予兆を見抜いて、バトルの起きる際どちらに動くのかを予測しておく。そして思った通りの展開になればすかさずベットして資金を増やすっちゅう簡単なお仕事や。司令官、聞いてる人が勘違いするような言い方はダメですよ。予測している側と反対に動くことなんてザラにあるんですから。それにカウンターカードの存在も。アルゴ、ジョーカー様は今冗談を言われたのよ。何真面目に受け取ってんの？再起動ボタン押す？ぐぬぬ。まあまあ。というわけで細かい話はリアルトレードを生配信してる時かこれから出す動画のタイミングでその都度じっくり説明していくとしよう。モナ、モニターを切り替えて。はーい、ジョーカー様。モニター切り替えました。モナありがとう。次にジョーカーランクシステムについて説明しようか。俺が勝手に決めた基準のランクシステムだが、これは視聴者のみんなにも関係することやから聞いておいてほしい。聞きたい人も多いよね。それじゃあ私が説明するね。モニターに表示します。大前提としてこのゲームに参加する全プレイヤーはジョーカーという肩書きが与えられます。トランプでいう最弱から最強のどれにでもなれるということになります。もちろん俺のジョーカーという名前も本当のプレイヤーネームではなくただの肩書きのジョーカーだ。まずはレベル1、ルーキージョーカーについてです。アリーナに参加したばかりの人、または負け越しているプレイヤーでランクアップ条件を未達成の人を指します。定義としては残念ながら養分となります。参加者の9割はここやと言われと。次に月間の獲得ピプスがプラスになった人はレベル2のジョーカーナイトに昇格します。相場の猛攻を耐え抜き生き残った人を指します。死ななきゃまだ戦える。まずは盾を構えてでも生き残れってことや。次にレベル3のジョーカージェネラルになります。条件は月間の利益率が 10% 以上です。資金管理と複利を駆使し軍資金を増やすことのできるものを指します。技術は身についた。あとは元本という兵力を増やすだけの段階や。次にレベル4はジョーカー様の目指すジョーカーキングです。条件は月間の利益が50万円以上です。あくまで平均やけど総務省統計局の調査によると単身世帯で17万弱が消費支出とのことや。 FX は税金が一律 20% やから保険や年金やら差し引いて月34万ほどが手元に残る計算になる。予備費や娯楽費、口座残高に増やす分を考えても十分な収入やろ。ここまで来ると労働からの解放も選択肢に入り自由になれるラインやと考えてる。ひとまずここが俺の目指してるランクや。最後にレベル5のジョーカーエンペラーです。条件は月間利益がプラス140万円以上です。圧倒的な資金力で相場に参加するトレーダーなら誰しも憧れる領域です。税金や保険料、年金を引いても月100万が手元に残るのがこのクラスや。このエンペラーランクは積み重ねた先にある強くてニューゲーム的なもんやと思ってたらいい。まずはキングを目指し段階を踏んでランクを上げていくんや。ちなみに司令官がマーケットアリーナに初回登録された2025年12月度の結果はジョーカージェネラルになります。年度末はクリスマス週からボラティリティが下がるのに対してこのランクは2026年が楽しみです。ジョーカー様ならすぐにでもジョーカーキングに上がれそうだね。年末特有のボラティリティとたまたま俺のスタイルがハマっただけや。これを俺の実力やってドヤ顔し始めたら
トレーダーとして終わりやで。ただこれは単月勝負じゃないってのも大切で、年間通してジェネラルをキープするのはもちろんのこと、早いことキングに昇格して継続することを目指さないとな。そしてその先のエンペラーへと続く果てしない物語やからな。さすが司令官、冷静な分析です。ジョーカー様ならきっと大丈夫だよ。この動画を最後まで見てくれた視聴者のみんなも、俺たちと一緒にランクアップを目指して頑張ろうぜ。これからも生配信、テクニカル解説動画など上げていくつもりだから、チャンネル登録、高評価、通知のオン、X 登録よろしく。それとみんなの今のランクをコメント欄に書いてくれると嬉しい。それじゃあまた次回の動画で。ありがとうございました。バイバイ。